皆さんこんにちは、小かきこです。今日はこちらのセーターの編み方をご紹介したいと思います。このセーターの一番の特徴は一筆編みになっています。なのでかぎ針1本と長い毛糸があれば、それだけで途中切ったりつないだりしないで、なんでしょう、前身頃がとか袖とか別々に編んでいくんではなくって、この首を丸く編んでからぐる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 っと編んで、途中袖の部分を飛ばしたらまた胴体部分も丸くぐる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 っと編むだけでできてしまう、とてもシンプルなパターンになっています。今回はとても簡単に編んでいきたかったので、この編み目も長編みで編んでいます。なので今回このセーターに必要なスキルは長編みと鎖編みと引き抜き編みになっています。なのでこれ自体はすごい簡単なんですけれども、もしもうちょっと変化を持たせたいなという方は、皆さんのお好きな模様編みで編んでもらってもすごく可愛くできるんじゃないかなと思います。材料はこちらになります。こちらは以前私が成長したコクーンカーディガンの編み方という動画をアップしているんですけれども、その時の毛糸と全く同じものになります。と言いますか、そのコクーンカーディガンを編む前に一つ巨大なカーディガンを編んで大失敗した、その余り毛糸になっています。今編む前なので今回どのぐらい毛糸を使うかまだわからないんですけれども、今現在これは 560g あります。編み終わったら実際使った毛糸の量を文字で足しておきたいと思います。そしてこの毛糸のインフォメーションなんですけれども、こちらはバーナットのウェイベリーという毛糸になります。一玉がどこだ、100% アクリル 100g で180メートルの毛糸になります。でこちら帯には5ミリ、8号で合ってるかな、そうですね、5ミリは日本でいう8号ですねとあるので、前回の成長したコクーンカーディガンは模様編みもあったので6ミリも使ったんですけれども、今回は素直に5ミリ8号、こちらですねの針で編んでいきたいと思います。で別に毛糸はこの毛糸じゃなきゃいけないということは全くなくって、皆さんのお持ちのお好きな毛糸で編んでいただけたらと思います。その毛糸に書いてある、毛糸の帯に書いてあるかぎ針に合わせて編んでいっていただけたらと思います。もうこのパターンはすごくシンプルで簡単なので、どんな毛糸でも大丈夫だと思います。初心者の方におすすめなのは、あんまり細すぎると目が見にくいですし、編むのに時間がかかるので、私のように8号ぐらいで編む毛糸がいいんじゃないかなと思います。もっと簡単にパパッと編みたいなという方は、10号とかそれよりもっと大きい毛糸とかで編んでも簡単にすぐに編み上がって楽しいんじゃないかなと思います。あと必要なものはとじ針、ハサミ、そしてステッチマーカー、最低でも4つは用意しておいてください。では早速編んでいきたいと思います。今回は鎖編みと長編みを一緒に編み始めていくという編み始め方で進んでいきたいと思います。従来のといいますか、ベーシックな鎖編みをまず編んでいって、長編みで編み戻ってくるという編み方で代用は可能なんですけれども、今回私が編んでいく鎖と長編みを一緒に編んでいくという編み方の方が、編み終わった後そこの部分がずっと伸縮性が出るので、鎖編みで始めるとどうしても硬くなってしまうので、できればこの鎖編みと長編みを一緒に編んでいくという編み方で始めることをお勧めします。では編んでいきましょう。まず作り目をします。作り目は指で作ってもらってももちろん何でもお好きなやり方で作っていってください。そしたらそこに針を入れて、輪っかをちょうどの大きさにして、まず鎖編みを4目編みます。
1、2、3、4と編んだら、鎖編みと長編みを編みたいので、針に糸をかけてから一番初めの鎖編みなので、針から数えて1、2、3、4、ここですね。ここ一番初め、弱いためのすぐ上の部位です。この部位の真ん中に入れて、真ん中よりちょっと下らへんに針を入れてもらうと、この部位の上と後ろにある裏山と呼ばれるこのポコちょっと針と糸の色が近くて分かりにくいかもしれないんですけれども、この2本が取れると思います。そうしたら糸を持ってきて引き抜きます。今針には糸が1、2、3本です。そしたらまず鎖編みを編みたいので、左側の1本だけを引き抜きます。糸をかけて1本だけ引き抜いたら、次長編みを編みたいので、糸をかけて左側2本、またもう一回糸をかけて残りの2本を引き抜きます。これで鎖が1目、長編みが1本編めたことになります。そして最初に鎖編みを4目編んだうちのこの3目が立ち上がりの鎖3目なので、長編み1本分の役割をします。なので今2目編めたことになります。では次の目を編んでみましょうか。次の目はこう見た時に、今縦に V の字のようにここ下のところなっていると思います。この V の字の外側、一番左側、縦のラインですね。ここに針を入れます。まず先ほどと同じように針に糸をかけてから、この縦のラインです。ここにブスッと入れると、奥側っていうんですかね、向こう側にも同じような糸があるので2本取れると思います。こう入れた時に2本取れると思います。2本取れなくても、針を入れた時入れながらもう1個奥の1本も取ってください。こんな感じです。そしたら糸をかけて持ってくる。そしてまず糸をかけて左側の1本だけを引き抜く。糸をかけて2本引き抜く。糸をかけて2本引き抜く。あとはこれの繰り返しになります。もう一回言っときましょうか。針に糸をかけてから、この一番左側のまっすぐのライン、ここに針を入れます。そうすると奥の方にも同じような糸があるので2本取れると思います。そしたら糸をかけて持ってきて、糸をかけて左側1本を引き抜く。糸をかけて2本引き抜く。こうすると今のところ1、2、3、4と4目編めたことになります。今回必要な目の数は10の倍数になります。そして、この編み方は最後の1目を編みながら輪っかにするという編み方なので、今回は10の倍数引く1になるまで、なおかつ、皆さんがしたい首の太さまで、首の部分の長さまでですね、編んでいってください。そして目の数を数えやすくするために途中でステッチマーカーを入れるのもいいかもしれません。例えばこれ最初のところなんですけれども、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と10目ごととか20目ごとにこの上のところにステッチマーカー、何でもいいんですけど、私は糸の切れ端を入れたりとかしてやると、パッと見てここで10だなと分かりやすくていいかもしれません。69目編み終わりました。
長さの方は53センチになります。このくらいでいいかなと思って先ほどちょっとはめてみたらこんな感じになりました。私はこれで、首の広さいいかなと思うので輪っかにしていきたいと思います。で、この輪っかにする前に、首のところはもちろんですけれども、頭をちゃんと通ることを確認しておいてください。では、10の倍数である最後の目、私の場合は70番目の目を編みながら作品を輪っかにしていきたいと思います。今まで編んだ時と同じように針に糸をかけてから、この端っこの目ですね、ここに針を入れて、そして糸を持ってきます。そしたら、編み始め、この糸端が出てるとこですね。これを持ってきます。この時作品がねじれたりしていないことを確認しておいてください。で、この糸玉につながってる方の糸端はこう上になるようにしておいてください。そしたら、編み始めの糸端、ちょっと引っ張ってもらうと三角に飛び出てる部分があると思います。そこに針を入れてもらって、で、糸をかけて、今度は今針には糸が4本あると思うんですけど、この左側の2目を引き抜きます。そして糸をかけて2本引き抜く。糸をかけて2本引き抜く。そしたら今下がつながったので、次上なんですけど、上はこの左から右にヒュッとなっているところから鎖編みの数を数えてください。ってわかりますかね。ここから1、2、3と鎖があるので、この3番目に入れたいんですけれども、この目と間違わないように気をつけてください。これは長編みの上です。今針を入れたいのはこっちです。わかりますかね。こう下に何もついてない方、こっちです。こっちの目の上から見たら V が見えると思うので、真ん中に針を入れて、真ん中ちょっと手前側に針を入れてもらうと、こうですね。そうすると向こう側の鎖と裏山の2本が取れると思います。そしたら糸をかけて引き抜き編みをします。今取った目ともともと針にあった目を引き抜いて、これで輪っかが完成しました。1段目の完成です。では続いて2段目編んでいきたいと思います。2段目は10目10箇所増やし目をしていきたいと思います。どこで増やし目をするかというのは、私の場合は70目編んだので、70割る10は7。7なのでじゃなくてすいません。なので7の倍数のところで増やし目をしていきたいと思います。だから7、14、21と6目編んで次は増やし目。1つの目に長編みを2回。6目編んで次の目は増やし目という風にしていきたいと思います。数もちょっと多いので、途中で間違ってたら嫌だな、確実にしたいなという方は、ここで皆さんが増やし目をするところ、私だったら7の倍数のところで2ステッチマーカーを入れておいたら確実だと思います。ステッチマーカー10箇所に入れてみました。で、私のようにステッチマーカーを入れた方はお気づきになるかもしれないんですけれども、最後のところ、今針が入っていて最後引き抜き編みをしたところ、この分の目が1つ余ると思います。最後の目がこのステッチマーカーが入っているピンクの目で、その上他の目と全く同じように V の字になっているので、目の数として数えたくなると思うんですけれども、これは引き抜き編みでできた目なので目の数としては数えず、なのでここに長編みとか間違えて編まないように気をつけてください。で、これは、いらない目で、なおかつあんまり目立ってほしくない目なので、引き抜き編みが毎回終わったら、針にある糸を押さえながら、左右にちょっと
糸を揺さりますじゃないですね。揺すぶります。そうすると、この引き抜き編みの目が少し小さくなって目立たなくなっていいと思います。で、ちなみに終わりはこういう数え方なんですけど、始まりのところは、鎖編みの上から目の数は数えていきます。引き抜き編みをしたところですね。ここが1番目。で、次からは長編みの上と言いますか、若干右上。これの数を数えていってください。なので、鎖編みの上が1で、その後、2、3、4、5、6、7という感じで、ステッチマーカーを私は入れていきました。では、2段目編んでいきましょう。2段目は10箇所増やし目をしていきます。私の場合は、長編み6、増やし目1、長編み6、増やし目1として編んでいきたいと思います。まず、立ち上がりの鎖3目です。この鎖は、長編み1本分とカウントするので、この引き抜き編みをしたところには、長編みは編み入れず、次の目から長編みを編んでいきます。なので、この鎖の目の隣の長編みを見てもらって、その若干右上、ここですね。ここに針を入れて長編みを編みます。で、先ほどの鎖3本じゃないですね。この鎖3目も1本とカウントするので、今2番目ですね。1、2、3、4、5、6と編んだら、7番目、ちょうどステッチマーカーが入ってますね。7番目になるので、ここで増やし目をします。ステッチマーカーをどかして、この7番目の目に2回長編みを編みます。1回。そしたらまた同じところにもう1回編みます。こんな感じでぐるーっと一周編んでいってください。2段目、最後のところになっています。最後のステッチマーカーが入っているところに1、2と長編みを2つ編み入れたところです。そしたら最後は、引き抜き編みで輪を閉じたいと思います。先ほどと全く同じように鎖編み3目で立ち上がっているこの鎖の3番目、ここがキュッと締まってると思うんですけど、そこから1、2、3とあると思うので、下に何もついてない、これですね。この部位を見てもらって、この部位の真ん中に刺して裏も取るようにプスッと刺すと、よいしょ、2本取れると思います。そしたらそれを引き抜いて、2本引き抜いて、で、この引き抜き編みの目はいらないので、針を左右にブン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 と振ります。これで2段目が完成です。このように3段目、4段目と毎段10目ずつ、増やし目をしながら編んでいきます。なので、増やし目をする目と目の間の長編みの数ですね。先ほど2段目、私はこの普通の長編みは6目編んだんですけれども、毎段その長編みの数が1つずつ増えていきます。なので3段目ではこの増やし目と増やし目の間の長編みは7目になって、その次は8目になって9目になってと、1段につき1つずつ長編みの数が増えていきます。で、目の数の方は私は70目でスタートして2段目10回増やし目をしたので、70足す10で今80目あるはずです。そして3段目以降増やし目をしていくんですけれども、ここでチョイスが
2つありまして、増やし目をしたところ、こういうところですね。前の段で増やし目をしたところと同じところで増やし目をすると、それが作品となった時、こうダーッと編んでいった時に増やし目がずっと同じところにあると、それがライン状に見えます。それをわざと見せるというのも一つの手なんですけど、ずっと輪っか状に長編みを編んでいるので、そのラインは若干右に偏ったラインになるかと思います。私は今回わざと増やし目の位置をランダムに毎回ずらして、編みぐるみなんかを作る方はこのやり方慣れていると思うんですけど、増やし目と増やし目の間は毎回次の段だったら例えば斜めと変わらないんですけれども、増やし目をする場所ですね、それは変えていきたいと思います。何を言ってるかわからないなという方は、この後私がこの増やし目の位置をずらしながら、編んでいった各段の、編み図じゃなくて編み方ですねを文字で書き足したものを、貼っておきたいと思います。よかったらそちらをご参考になさってください。3段目、私はまず鎖3目で立ち上がったら、その後長編みを1、2なので目の数としては1、2、3と編んでから増やし目をしたいと思います。なのでここからパターンがスタートで、増やし目、長編み7、増やし目、長編み7と編んでいきたいと思います。で、初心者の方や、あとは、増やし目を確実にしていきたいなという方、または動画かなんかを見ながら編むので数なんか数えてられないよという方は、毎段10箇所にステッチマーカーを入れることをお勧めします。そして、この例えば私が先ほど申し上げたように3目編んで増し目とやった場合、私は今回増やし目と増やし目の間は斜めなので、そうしたら 7-3 で最後は長編みを4目編むことになるはずです。ではこんな感じで、これをかぶってみて肩が隠れるかなぐらいまで毎段10目ずつ増やし目をしながら編み広げていってください。こちらが私が3段目以降編んでいった編み方になります。漢字の長いというのは長編みを表して、増やすというのは増し目、一つの目に長編みを2目入れることを表しています。ご覧の通り増し目をする位置が毎回ランダムにずらしてあります。そして表の3列目と6列目、それぞれ90、100とか150、160と書いてあるのは、その段の編み終わりの目の数になります。私はこのように編んでいったんですけれども、編んでいきながらここまできっちりやらなくてもいいんじゃないかなと感じたので、もう一つのバージョン、リラックスバージョンといいますか、簡単なバージョンもご紹介したいと思います。まず毎段編み終わったら作品を広げます。この時に目が飛んだりしていないか、糸が伸びすぎておかしい目になっているところはないか確認しておくと綺麗な作品につながると思います。そして作品を広げたらパタンと半分に折ります。そしたら半分の重なっているところ、それぞれ2箇所にステッチマーカーを入れます。この時にこのステッチマーカーを入れるところが前の段の増やし目と重なっていないようにしましょう。もし折ってステッチマーカーと重なっていたら 2,3 目ずらすといいでしょう。そしたら次、この半円の中にだいたい等間隔かなというところにステッチマーカーを4つ入れます。その時も先ほどステッチマーカーを入れた時と同じように、もし前の段の増やし目と重なるようだったら 2,3 目ずらすようにしましょう。そしてステッチマーカーを足せたらもう片方の半円、今パターンと折っている下の部分の円ですね、そこの方にも4箇所ステッチマーカーをつけてください。これも同じく前の段の増し目と重なるようなら少しずらしてください。こうすることで増し目をするべき10箇所のポイントが毎段簡単につけれるんじゃないかなと思います。ステッチマーカーつけ終わりました。
ちなみに私の場合、今この首のところから端っこまで長さの方は19センチになっています。続きは簡単一筆編みセーターの編み方2番へお進みください。もしよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。